にちは、大工の翔平です。今回はこの木製のねテラスをやっていきます。この頃はねもう全部アルミに変わりましたし、木製のテラスってね本当に何十年ってしてません。下がウッドデッキですから、それにかぶせるように木製でテラス屋根部分をやっていきます。今回の仕事はね、もともとあるウッドデッキの上にね木製の屋根を作っていただけないか、そういう依頼を受けてする仕事なんですけどね、普通はねウッドデッキの屋根一体なんですよね。屋根してその柱にウッドデッキを仕込んでいく。でも今回のケースはもうウッドデッキが先できてるんですよね。それに屋根をかぶせる、そういう風な仕事なんですけどね。それとね、この大工屋前の動画と見てもらうとちょっとわかるんですけども、30何年ぶりにね大工屋掃除しましてね、片付きました。トラック3トンに4台ぐらい出しましたかね。もう長い間のこのね、これもいるかな、これももったいないなってずーっといっぱい建てたいね。それ4台運び出したらもう本当に広くなりましてね、すっきりしました。材料はね、杉の自然乾燥の材料で作っていきます。割とね節のない素直ないい木が当たりましたね。まずはその材料をねプレーナー掛けからやっていきます。形としては昔どこの家にも見られたようなテラスですよね。縁先についていたテラスの形を用います。これが一番形としてはねシンプルで違和感がないんじゃないかなと思います。今回の屋根の大きさはね、流れで3メーター、長さが7メーター50、それぐらいの屋根の大きさになります。7メーター50って言うとね、なかなか桁1本でいきませんからね、桁は2本継ぎに行きます。でまずね、桁の継ぎ手の隅からしていきます。桁を取った後はたるきですね。桁とたるきと柱しかないんですけど、たるき材はね45の120の杉の間柱、もう節のない綺麗な材料で取っていきます。ちょうど長さが3メーターありますからね、たるきは端の割れてるとことかね、そういうのが取れてちょうど長さ的に使いやすいですよね。形じゃない。屋根勾配は二寸勾配、ぬるい勾配なんですけど、やっぱしスパンが広いですから120で使っているたるきのちょっと背が大きいんですよね。そのまんま使いますとね、正面から見た時にねちょっとごつすぎてね不細工になってしまいます。ですから桁から鼻の部分はね強度を保ちながら細く見せてね上品に仕上げたいと思います。斜めがだいたい横から見た時に水平に見えるぐらいで取ります。たるきの小口ってね大体の形って決まってますからね、横に対して縦は 1.5 から 1.8 ぐらいがやっぱりかっこいいですから、背は3寸まででね置かないとやはりすっきりさがないですよね。
それではね刻んでいきたいと思うんですけども、その前にのみですね。のみを研いでいきます。特にこの月のみなんてね、なかなかしょっちゅう使わないでね、どうしても錆びてしまうんですね。自分のこの大根やね、ちょっと後ろの方がしけるんやね。ちょっと水もさしてくるんでね、やっぱし空気がしけてるってことは、こののみもねどうしても錆びてしまうんやね。こういう道具ってまめにね研いで使ってしてないとねダメですよね。それではね刻んでいきます。刻むと言ってもね、もうたるきは最初に取った時でも仕上がってますからね。桁と柱だけですよね。普通買い物からどうしても順番的に使ってくれね。ということは柱の線開けて保存穴開けて、そしてこの継ぎ手のメンタ部分のこの穴、そういうのを穴掘りを使って深めの穴を掘っていくんですけどね、割とこういう道具はねしょっちゅうっていうことはないですけど、ちょこちょこ使ってるんでね、ちょっと油さしてやればこの動いてくれますし、昔やったらもう白の実の切りなんてね1年2年でこの研磨しましたけどね、もう今なんか正直10年使っても研磨するってことないですよね。切れやまないってことはもうこれだけ使わないってことだよね。こういうテラスというかね、化粧の桁を継ぐ場合はね、下から見て三方スカッと見えてきます。本当に継ぎ手自体が化粧になってきますよね。継ぎ手の形によるんですけども、刻んで踏んで一本の木により近づく継ぎ手でつないでいきます。正式なこれ名前ってないんですけどね、釜でもないし追っかけでも金輪継ぎでもありません。腰掛けでほどにして、そしてシャチで引っ張る、いやおなしにひっつく継ぎ手になります。そしてこのペタの花もタルキと同様に先で細くするってことでね、そのまんまで丈夫そうには見えますけどね、そのまんまですとやはり小口がね大きすぎます。羽板っていう羽板は回りませんからね、やはりペタもタルキと同様少しこの斜めにこう跳ね上げてね、小口を小さく見せます。水平に使った材料を勾配に取るということは、水がもし伝った場合は柱の方向を向いて流れます。ためには良くないんですけどね、しっかりとした今回は塗装をかけますから、とにかく仕上がった時に同じ木柄を使って上品に見える、これが一番のポイントですよね。後ろのたるきがけはね、たるきを丸入れにするように掘ります。少し手間ですけどね、組む時にうんと楽ですよね。これで桁とたるきがけ横紋が完成ですね。今度は柱3本刻んでいきます。
柱の補助はね線打ちで引っ張ります。金物は使いません。ですからいつもよりは長いほどにします。特にこういう乾燥させた杉の柱ですとね、どうしてもこのほど割れたりしますんで、できる限り長いほどをつけるってことでね、線打った時に安心感がありますよね。しっかり読んでくれます。そして根元ですね。柱の根元が基礎ってありませんからね、地面の中にちょっと大きめの穴を掘ってね、コンクリをして、でそれに出来合いのねコンクリの層板を置きます。そして下のコンクリとひっつけて合体さす、そういう基礎になるんですけどね。でも独立の基礎だけはね、ビスとかねボルト、羽子板で引っ張ってやります。最後にカシの木でねコミ線とシャチ線を作ります。昔はね大きな家した時は本当にこれコミ線とシャチ線、花線もありましたよね。半日かけて作ったもんですよね。こういう風にね電気ガンナ置いてこう上を反らして電気ガンナで面まで取るんやね。これ危ない仕事なんやね。でも作るの早いんですよね。どうしてもこういう風に昔から作りましたね。ここびっとした勾配いい加減でこの勾配は合わせたの？最後に電気ガンナ仕上げしてね、岩門の完成ですね。では現場でね組み立てていきます。この日はねいい天気でね、やはりこういう組み立ての日はねいい天気がいいですよね。まずもともとあるウッドデッキに対しての寸法取りをして、そして歩き掛けを取り付けます。でしっかりこの下地の確認してね、長めのビスで留めていくんですけども、歩き掛けを一番につけるってことだよね。それに対して今度は前の柱の位置を決めて、そしてその上に桁を乗せていく。ちょっと逆なパターンみたいに思うんですけども、こういう形でねテラスの場合はやってますよね。この現場はねもう先にウッドデッキができてますからね、このウッドデッキの前に柱を置くしかないんですよね。で3箇所もう初めにこの穴を掘ってコンクリ入れてありますから、そこへ柱に双板一体にして組んで、そして立てていく。高さはもうレーダーで最初にこう見てありますから、多分これで勾配はきちっといくと思いますから、3本立ててその上に桁を1本ずつ乗せていきます。鉄板もそれではね桁を収めていきます。桁を収める場合はね、まず1本上げて、そして歩き掛けから動物でも何でもいいですから機械を取っとくってことだよね。もうそうすれば前後には変えありませんからね。左右は柱3本の場合やったらもうめったに変えることはまずないですよね。
よ。この手。そして継ぎ手ですよね。このようにちょっとシャチ長かったですけどね、こういう風にシャチを打ってやればね、打てば打っただけ木は呼んでくれますからね、頑固な継ぎ手になります。そしてタルキを取り付けていきます。タルキは後ろは丸入れ、桁の上は上からタルキックで留めます。最初に言ったように省板はありません。ですから一番外側のタルキが省板兼用になるってことでね。ですからできるだけ外側をきれいなタルキを使っていきます。この火打ちがないんやね。火打ち代わりと変なんですけども、桁の上にタルキ炊いてありますよね。それがタルキの本数が多いですから、この水平の個人になるんやね。それと上に打ってあるこの銅縁ですよね。それが個人になって火打ち代わりになってます。で最終的にこの上にポリカ貼ってもらうんですけどね、この屋根板を貼ればきちっと火打ち代わりになって水平に動くことがないっちことやね。この柱の太刀は桁に合わせて1センチぐらいは下の双板で動かします。普通は逆ですよね。土台が決まってて、これをまっすぐ上上げて上で太刀を見る。今回のこの建物は逆になります。で最終的にコンクリの双板をね、この穴掘って下にコンクリした、それと柔らかめのコンクリートで合体させます。これひっつけておかないと、いくら下にコンクリしてあっても上は上下は下でしたらね、コンクリートの双板だけの重みになってしまうんでね、やっぱりこの土の中に入ってるやつと一体化させてやります。台風で飛んでたんではね、話になりませんからね。いや一緒にねでもう一ついい感じになった。見えるところだとなかなかな。あ、そしたらにーっとゴンさんにこれでね、もともとあったウッドデッキの上に木製のテラス
できました。テラスって木製の屋根ですよね。一昔前まではね、必ずって言ってほどこの縁先に作ったんですけどね、でも木製っていいですよね。以上、大工の翔平でした。